皆さんこんにちは。パン作り研究家の直樹パンです。シュトーレンやパネトーネ、パンドーロなどクリスマスを代表する伝統的なパンには長期間日持ちするものが多いですよね。ですがそれらがなぜ日持ちするのか、その理由をご存知ですか？正しく知っておかないと自分で手作りアレンジしたものがマフィン食中毒事件の二の舞になってしまう恐れもあります。今回はクリスマスの伝統的なパンがなぜ日持ちするのか、その理由を解説します。それではどうぞ。パン屋さんでは遅くてもクリスマスの1ヶ月以上前からシュトーレンの仕込みが始まります。一般的なシュトーレンにはドライフルーツが使われていますが、事前にブランデーなどのアルコールに長期間漬け込むのが基本です。その漬け込みに 2,3 ヶ月を要したり、長いものでは1年漬け込むお店もあるようです。アルコールをしっかり吸い込んだドライフルーツは柔らかくみずみずしくなったり、使用したアルコールの風味が生地に馴染んで味わい深いシュトーレンになるなど、食味のメリットがあるのはもちろん、アルコール成分による抗菌作用が期待できます。シュトーレンに使われるドライフルーツの量はとても多く、店によって前後しますが、基本は粉100に対して60を超える配合が一般的で、中には100を超えるレシピもあります。それだけ生地の中でドライフルーツが占める割合は多いので、アルコールにつけたかつけてないかでシュトーレンの日持ちは大きく変わります。実際漬け込みの有無で生地を作り比べると、アルコールにつけたフルーツで仕込んだ生地はそうでない生地に比べて発酵がやや遅く感じます。ということは、アルコールによる抗菌作用が生地の段階からすでに発揮されているということ。でも酵母菌って自分でもアルコール生成するよねと引っかかった方もいるでしょう。確かに酵母菌は糖分を分解してアルコールを生成しますが、だからといってアルコールに強いわけではなく、アルコールを生成しすぎて濃度が高くなり自滅してしまうこともあるんです。なので何らおかしなことではありません。また少量でアルコール成分はいくらか揮発してしまいますが、しっかり中まで漬け込まれたものならやはり効力が少し残りますし、揮発しすぎないよう前半はアルミホイルをかぶせて焼成するレシピもあります。なので漬け込みの有無はシュトーレンの日持ちにしっかり起因します。逆に漬け込みをせず湯通しだけだったり、そもそもフルーツすら使わない変わり種シュトーレンを作るとなると、その分日持ちは短くなることを念頭に置くべきです。次はすましバターの塗り込みについて。焼き上がったシュトーレンには熱いうちにすましバターを塗るのが一般的です。そもそもすましバターって何なのか、簡単に言うとバターの油分だけを抽出したものです。バターを加熱すると溶けますが、完全に溶かすと3層に分かれます。真ん中の層が純粋な乳脂肪分で、下に沈殿したものと上に浮かんだものは水分やタンパク質、糖質などの乳固形分です。すましバターは真ん中の純粋な乳脂肪だけを取り出したものです。純粋な油分であれば酸化することはあっても腐敗することはありません。不純物の多い溶かしバターではなく、純粋なすましバターを使うこと、これは非常に重要なことです。だからめんどくさくてもすましバターを作るのです。じゃあそもそもなんでバターを塗るのかというと、シュトーレンを外気からガードするためです。焼きたて熱々の状態でたっぷりのすましバターを塗って染み込ませることで、シュトーレンの外側に油膜が張ったような状態になります。この時もし内側がしっとりしたパンなら保湿効果が得られますが、シュトーレンはそんなにしっとりしていない、どちらかといえばカラッとしています。なので外気の湿気からガードする効果が得られます。湿気ってしまうと日持ちは悪化しますからね。これがシュトーレンにすましバターを塗る理由です。まあ原理的にはすましバターじゃなくて米油とかでもいいんでしょうけど、やはりすましバター特有の癖のないライトなバター風味が加わった方が美味しいでしょうから、その手間はケチらない方が良さそうです。次にたっぷりの粉糖について。シュトーレンの大きな特徴の一つに、表面にたっぷりまとった粉糖が挙げられます。これ切るときに砂糖のカスがポロポロ落ちるから邪魔だなと思う人も多いでしょう。ですがこれにも大きな役割があります。先ほどすましバターを塗ることでシュトーレンを外気からガードすると解説しましたが、それだけだと今度は油が酸化してしまいます。すましバター自体はバターより酸化しにくいとはいえ、長期保存するには酸化の可能性を少しでも減らしたいところ、そこでたっぷりの粉糖で表面を覆うことでシュトーレンに塗った油分の酸化を防ぐことができます。
またシュトーレンに練り込んだ具材を露出させないという役割もあります。ナッツ類やアルコール漬けドライフルーツならまだしも、そうでない具材を入れることもあるでしょう。基本的に生地より具材の方が傷みやすいので、具材の露出を防ぐことは大きな意味を持ちます。次にシュトーレンの配合の特徴について。シュトーレンのレシピもお店によって差はありますが、共通して言えることは、水分量はとても少なくバターはとても多いこと。普通の食パンだと粉100に対して水分が 70% 前後入りますが、シュトーレンの場合は粉100に対し 18% 前後しか入りません。もちろん実際に使うのは水ではなく牛乳や卵なので、実際に使う量としてはもう少し多く見えますし、バターをたくさん練り込むのでその水分を加味すればもう少し多くなりますが、じゃあ実際バターはどれくらい使うのかというと、粉100に対して 40% 前後ですから、40のうち水分は 6.8 以下です。なのでそれを加えても全体の水分量は 25% 程度しかないことになります。普通のパンとは比べ物にならないくらい少ないですね。菌が活発に動ける場所というのは十分な水分がある環境ですから、シュトーレンの日持ちが長いのもうなずけます。これをもしバターを減らして水分を増やして普通のパンに近づけてしまったら、それはもはやシュトーレンではなくなるので、日持ちも短くなることを覚悟しましょう。普通のパンのようにふわふわしていないのにはちゃんと理由があるということですね。次にパネトーネやパンドーロの日持ちの理由について。シュトーレンはドイツの発酵菓子でしたが、パネトーネとパンドーロはどちらもイタリアです。同じ国の発祥ゆえにどちらも生地は同じようなものです。違いはパネトーネにはドライフルーツが使われて、パンドーロは生地のみのプレーンであること。硬くて詰まっている重たいシュトーレンは苦手でも、ふんわりしっとり軽い食感のパネトーネなら好きだという人も結構いるのではないでしょうか。その食感の通り、これらの生地やシュトーレンと違ってバターはもちろん卵や牛乳をたっぷり使うので、水分はしっかり多めの配合です。となると日持ちがあまり良くなさそうに思えるかもしれませんが、普通のリッチなパンとは違うある材料が使われることで日持ちが向上します。それはパネトーネ種や自家製酵母など発酵種です。特にパネトーネ種には酵母菌の他にも乳酸菌が豊富に生息しており、繁殖の際に生成された乳酸や酢酸によって pH が酸性に傾いています。そのためパネトーネ種で仕込んだ生地は普通に作った生地と比べて pH が低く、雑菌の繁殖を防ぐことができます。本場ドイツのライ麦パンなんかもサワー種と呼ばれるライ麦で起こした乳酸菌豊富な発酵種が使われることが多いので、同様に日持ちが向上しています。ということはつまり、発酵種を使用しない簡易レシピで作ったパネトーネやパンドーロはその分日持ちは短くなってしまうということです。その点はしっかり肝に銘じておきましょう。最後にクリスマスパンの日持ちの理由についてまとめます。まずシュトーレンについては、1、アルコール漬けドライフルーツ、2、表面に塗るすましバター、3、表面を覆う粉糖、4、極端に水分量の少ない配合。そしてパネトーネやパンドーロについては、パネトーネ種や自家製酵母などの発酵種の使用による pH 低下、プロのレシピに手間がかかる点があったり、普通のパンと違う配合に違和感を覚えるかもしれませんが、ちゃんと意味があるということですね。もし自分でいろいろ簡略化したりアレンジして作る際は、市販のシュトーレン、パネトーネのように長期保存はせず、早めに食べきる前提で考えた方が安全でしょう。もしシュトーレンやパネトーネで食中毒が起こるとしたら、その時はマフィン食中毒事件と同じ菌が原因となる可能性が高いでしょう。事件についてあまりよく知らない方は解説動画を概要欄に貼っておくので、そちらをぜひご覧ください。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。